おはようございます。メグカミ太一です。本日は私にとって非常に思い出深い料理の一つであるリードボソースマテラプティポアラフォンセーズを作っていきます。この料理ですけども、20年ぐらい前フランスに来た時にデルリッツの中にあるエスパドンという一つ星のレストランで初めて食べた、メイン料理の一つです。今回使うリードボですね。リードボ子牛の矯正肉という部分なんですけども、それの下処理をですね動画の中で紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは始めましょう。まずデゴルジェという作業をしますね。よく水にさらしてですね、一晩ゆっくり水を変えながら氷などを入れてですね、冷たい水の中でよく血を抜いてあります。その後ですね、手を使って薄皮をきれいに取っていきます。リード棒ですけども、まず血があんまり入ってないもので白っぽいものを選ぶのがいいと思いますね。でその後よくデゴルジェしてあります。この時普通に水と氷を入れてですね、冷蔵庫の中でゆっくり、一晩置いてやるときれいに血が抜けますので、それでいいと思います。はい、このようにですね、きれいに薄皮を手で取っていきます。あと裏側もちょっと脂肪の部分とかがあればですね、包丁を使って取っても構わないですし、薄皮は丁寧にこのような感じですね、手できれいに薄皮を取っていきます。脂肪の部分はですね、このように包丁で丁寧に取っていってあります。なぜ薄皮を取る作業が必要かというとですね、もちろん、湯がいて火を入れた時に口に残るからなんですね。それとこれ、生の段階で取ることによって下茹でとかした時にですね、リード棒が自然な形になるんですね。もしこれついたまま、下茹でしてしまいますと、薄皮が縮まってですね、丸く変に硬くなってしまいますので、それを避けるために、生の段階で、きれいに取ってやることが非常に大切だと思います。それでは今から下茹で用のブイヨンドレギュームを作っていきます。下茹でですけども、塩湯がきする人もいますし、酸味の効いたきっちりしたクールブイヨンでする人もいますし、シェフそれぞれだと思います。今回私はですね、ブイヨンドレギュームに軽く白ワインを入れたものを作って、それで下茹でしていきたいと思います。レギュームアロマティックですね。オニオン、セロリ、人参、ニンニクをエマンセにして、あと水からですね、火を入れていきます。一応グロッセル、粗塩を入れて水を入れてまず沸かしていきます。野菜の切り方ですけども、繊維を断ち切るようにですね、回せしていきます。で30分沸かしたら最後にタイム、ローリエ、黒胡椒を入れてですね、あとね、酸味のある白ワインを入れて、あと10分ほどずっと火を入れていきます。白ワインを最初から入れてしまうと、白ワインの酸で野菜の旨味が出にくくなりますので、野菜に火が通った後に白ワインを入れて、あとアルコールを飛ばす意味であと10分火を入れます。はい、その後パッセですね、ブイヨンをこします。ブイヨンの塩加減ですけども、海水よりちょっと塩が少ないぐらいでいいと思います。そして再度沸かしてですね、ブイヨンを掃除したリード棒を放り込みます。再度沸くまでですね、ゆっくり中火で、火を入れていきます。一度沸いたらですね、火を完全に止めて、鍋ごと氷にかましてゆっくり冷やしていきます。はい、よく冷えたらですね、きれいに、リード棒を取り出して汗染め、下味をつけていきます。塩コショウで汗染めしていきます。はい、この時ですけども、汗染めする前によくリードペーパーなので、水分を切ってやってください。それでは温めたフライパンに少量のオリーブオイルをひいてですね、先ほど汗染めした下味をつけたリードボールを焼いていきます。はい、このような感じですね。きっちり水気を取っていればそんなにはぜたりしないので、よくリードペーパーで水を取ってから下味ですね、汗染めをしてやってください。このようにですね、色がついたらひっくり返して、全体がきれいな色がつくまでゆっくり火を入れていきます。あまりフライパンを動かさずにですね、色がついたらひっくり返した方がいいです。今回テフロンを使ってますのでくっつく心配がありませんので、安心してですね、全面をきれいに焼いていってください。この時油はですね、最小限に控えた方がいいですね。油の中で揚げてしまいますと、逆に乾いてしまいます。で、この最後仕上げですね、ニンニク皮付きのまま
皮に穴を軽く開けてですね、ゆっくり、バターで最後仕上げていきたいと思います。この時今回はニンニクだけを入れました。あとタイム、ローリエとかも一緒に入れても構いませんけども、味が、強くつきすぎてしまいますので、あえてニンニクも皮付きのままですね、ピケ穴を開けてそのままゆっくりほんのり香り付けをするつもりで今回は仕上げています。はい、それでアロゼという作業ですね。油を上からかけていきます。この時バターがムス状になっている状態でずっとアロゼしてやる方が理想ですね。なぜかというと温度がある程度上がっていると。もし低い温度でやってしまいますとアロゼしてもですね、上の方がカリカリクルスティオにならないので、ずっとバターがムース状になっている状態を保ちつつ火加減を調節しながら丁寧に1個ずつ、アロゼ油をかけていってやります。はい、常に火加減を調節しながらですね、バターがムース状になっているのを保ちながら丁寧にアロゼをしていきます。今回ソースはソースマデラですね。マデラソースを使いますので、またこれ動画他にあげますのでそれを参考にしてみてください。ガルニチュールですね。付け合わせのプティポア・アラ・フォンセーズフランス風グリーンピースを、添えます、こちらも動画を別であげますのでそちらを参考にしてみてください。それではドレスですね、盛り付けていきます。リード棒を、先ほどのリード棒ですね、まず、トロンシュ切っていきますね。スライスしていきます。続いてガルニチュールのプティポア・アラ・フォンセーズですねを上に置いて先ほど切ったリード棒を下に置きます。そして最後マデラですね、モンテオブルバターでモンテしたソースを最後半分だけナッペしてあります。この時ですね、先ほどクルスティオンに焼いているので、半分だけソースナッペしてあります。今回ですけどもリード棒を塊のまま焼いて、あと表でデクパージュですねしてもらうようなタイプの料理を紹介しました。このリード棒ですけども、あとは小さく切ってですね、一つずつきれいにムニエルなどしても、美味しくいただけます。またその動画を上げたいと思いますのでお楽しみに待っていてください。それではリードボーホティプティポアラフォンセーズソースマデラでした。お疲れ様でした。ボナペティ。